魚っていう同じものが一切入らないので、クオリティっていうのはすごく重視して仕入れさせてもらいます。一番こだわってるのはやっぱ魚の仕立て方と、あとシャリですね。砂糖一切使ってないシャリっていうことで、加熱疲れもしないような、シャリに仕上げて、それと合わせてのネタの仕込みっていうのを、すごく重要してやっていってるので、ぜひともそのうちも味わっていただきたいなと思います。大阪北新地駅から徒歩3分、ビルの1階でひっそりと営む隠れた実力店。おまかせは昼が握りメインで税込み6600円、夜はつまみと握りで税込み19800円で、一品ごとに大ぶりで食べ応えが炸裂するボリューム満点の江戸前寿司を提供する赤酢2種と米酢1種。そこに藻塩を合わせた大阪では珍しい砂糖不使用のシャリは、シャープな酸味が際立つが重たくなく食べ疲れしない味わい。全国の名産地から仕入れる存在感のあるネタも切り付けが大きく、口の中いっぱいにガツンとしたうまさが広がるのがたまらない。これからますます寿司好きに支持されていきそうな隠れた名店です。こちら京都朝どれのゴールドアッシュという品種のトウモロコシですね。こちらを冷たい冷製の茶碗蒸しに仕上げております。めちゃくちゃうまい。ちょっと固めのプリンみたいなしっかりめですね。北新地っていうエリアは、東京で言うとやっぱ銀座みたいな感じなんですかね。銀座ほどではないですけど、関西の中ではやっぱり高級店がすごく強くなっている静岡の朝ですね。こちら宮城の気仙沼で揚がりましたカツオになりますね。こちら焦がしネギと鰹節を混ぜた自家製のポン酢になります。もしくはこちら島根県の天然の藻塩になりますので、そちらをお好みでお選びいただいて。すりたてのわさび乗っけて、まずは藻塩で。口どけが完璧っすね。口の温度でスーって溶けていく感じですね。美味しい。うまっ。シンプルにうまいけど、この藻塩とかポン酢もちょっと一手間加えてるっていうとこが新地裕次郎イズムというか。北海道根室で揚がりましたニシンですね。ニシンっていうのが小骨が多い魚なので、ある程度抜いてはいるんですけど、どうしても抜ききれないところを骨切りするような感じですね。表面ですね、機種の備長炭の方を当てさせてもらって、表面に油を浮かせております。上ですね、薬味ですね、朝月とみょうがを細かく刻んだものになりますので、好んでわさびの方をあしらえてお召し上がりください。でもなんか箸で持った感じでちょっとまだプリプリしてる。すごい油。炭が当たったとこがめちゃくちゃうまいですね。つぶ貝の方も少し仕事してまして、ぬめり取るために塩もみした後に、60度のお湯にくぐらせて、独特のね、貝の香りがあるんで、それを取り除くように湯通しを軽くしています。こちら北海道の松部貝ですね。添えてありますウニの方、青森大間から紫ウニ、無添加のウニになります。軽くね、お味はつけてるんですけども、お味の方足らなければ手前文字になりますので、そちら少しつけてお召し上がりください。この食感ですね。本当にいいつぶ貝、食感と甘さが強い。第1ラウンドはつぶ貝で、第2ラウンドウニ単体で、第3ラウンドはもう、禁断のことをやろうかなと。美味しい。じゃあ究極系第3ラウンド、つぶ貝とウニってなかなかでもないですよね。組み合わせ的にうまっ。物がいいっすね。仕入れは基本は大阪の市場。大阪と長崎の対馬の方の五島列島の方とかの魚屋さんと、あとは熊本の本田屋さん
結構、まあ今をときめくプレミアム系なお酒とかだと、日によると思うんですけど、荒政とか、他は、他は、年収、あとは、まあ、黒龍なんかも、日によって入ったりという感じですね。こちら、北海道余市からあんこうの肝ですね。低温で柔らかくしっとり仕上げております。大体うちは、65度から70度の間をずっとキープしながら、ゆっくり火を入れていくような感じですね。口どけですね。一切ストレスがないですね。やっぱそこに荒政はもう王道の組み合わせですね。そうですね。美味しい。こちらがですね、長崎五島列島で上がりましたイサキですね。こちらを酒蒸しのように仕上げております。で、お出汁の方ですね、島根県の宍道湖で上がりました、しじみのお出汁になっておりますので、お出汁とご一緒にお召し上がりください。やっぱり旨味っていうものを、すごく凝縮させたいなっていうイメージがあって、あとやっぱり、しじみのお出汁ですね、お酒飲む方にすごく柔らかっ。これイサキですか？これイサキです。イサキってこんな感じなんですか？油乗ってますね。めちゃくちゃ飲みますね。もうつい開けたんですけど、梅雨の時期にね、一番脂のった魚で、皮下脂肪がすごく多い魚なので、こうやって酒蒸しとかにしてもすごく、ふっくらしっとり仕上がるような感じです。ちょっと珍しい魚なんですけど、高知県では朝魚みたいな貝ですね。年に数回しか上がらない試合なんですけど、天然の藻状ですね、塩で脱水をかけて2日ほど寝かせしております。切り付けもシャリもちょっと大きめサイズな感じですね。そうですね、はい。うまっ。思った以上にソフトですね。美味しいですね。でシャリがまたちょっとやっぱどっちかっていうと米酢寄りの酸味系のはい、シャリうまい。これは熟成期間長いちょっと濃いめのおかずをベースで作らせてもらいます。ケンサキイカって食感がすごくあるイカなんで、その食感もちょっと残したいなということで、ちょっと粗めといいますか、食感と、ねっとりさですね。ねっとりさどっちも味わってもらえるような、味付けにしております。本日和歌山で上がりましたケンサキイカになりますね。柚子とね、天然の藻塩でお味付けてますので、香りと食感と甘みをお楽しみください。ほぼなんなら噛まなくても溶ける。でもギリギリ場所によってちょっとだけイカのコリッと感がある。まるで、18歳まで、岡山というところで育ちまして、そこから、父親が飲食店というか自分のお店をやってることに影響されてもこの料理の世界に入りました。で、田舎だったのでやっぱ都会への憧れっていうのがすごく強くて、その中で、食堂台所って言われる、大阪に18歳から出てきたような形です。食べるのも好きで、お店食べに行ったりするのはもう全国いろんなところで勉強させてもらい、行かせてもらってます。どんちっち味ですね。ちょっと食感があるんで、その食感っていうのを、包丁をちょっと多めに入れて、歯応えだったりっていうのが良くなるように意識して、その形にしました。もう塩で脱水だけかけて、水分をしてないんで、フレッシュな味になります。最初プリッとしてる。油がすごいですね、後半。王道に美味しい。昆布と椎茸を入れたお醤油ですね。ちょっと甘めな醤油に仕上げてますね、漬け醤油。綺麗、艶やか。マグロのこの赤々しい鉄分の酸味と、裕次郎さんのこの米酢よりのちょっと酸味が効いたシャリのこの 3×3 がより相乗効果なのと、やっぱ漬け地がちょっとやっぱ昆布と椎茸うまみ足してるんで、ちょっとそこでのお化粧がいい感じにマッチしてすごい美味しいです。
重い。ヘビー級。シャリの酸味とマグロのこの筋の甘さ、美味しい。ありがとうございます。これは熊本の天草からお花いただいてて、この時期にしてはすごく脂の乗ってる小花が入ってたんで、塩を当てて脱水かけた後筋目して、でその後、3日寝かせておりますね。キラッキラにメタリックに輝く小肌が美しい。油のりと、あとはやっぱり鮮度がすごく僕は大事だと思ってて、お腹とかも触って、やっぱり脂質がちゃんとしっかりしたものを選んでるようにしてますね。オレンジ色。色が濃い。味濃い。これ、原稿っていう、九州の柑橘の果汁を使って、甘酢を作って、そこに漬け込んでるような感じですね。僕の地元の飛騨の天然水ですね。純米酒を少し入れて、天然の文字を入れただけのジュレで、ほとんどお味はついてない、もうお水のジュレになります。北の極みっていう北海道のフルーツトマト。ここで口直しは嬉しいな。甘いっすね。めちゃくちゃ。熊本の天草で、これは、一応半生に仕上げているので、プリップリのエビの甲殻類の香りがちょっとまとってる感じがあって、巻物はトロタクが多いですか？はい、トロタク行かしてもらいますね、いつも。人気ですよね。やっぱり、皆さん好きな。べったらごまのトロタク。トロタクがいっぱい入ってます。すごいずっしり重いです。ごまが効いてますね。そうですね、結構効いてますね。美味しい。トロタクフューチャリング入りごまはありですね。一番近い最寄り駅っていうのが、JR 東海線の、北新地駅から、徒歩で大体3分ぐらいですよね。ただ、直結、大阪駅からも直結してまして、地下の方で大阪駅から直接来れるようにはなっているので、大阪駅からも、15分ほど歩いていただければ、そのまま東口の東のオフィスまで着けます。12時から、14時までとなっております。で、夜の営業ですね。夜の営業が、夕方17時から、基本は23時までです。大体コースが2時間ほど、見ていただいているので、最終入店が、9時頃、21時頃ですね、させていただいてまして、それ以降、ただアラカルトでもいいよっていうお客様がいましたら、全然時間関係なくご対応させていただいております。定休日は、基本的に日曜日を設定してるんですけど、正直月によって変わるので、日曜日営業してる週もありますし、この辺はインスタグラム等で毎月ポストさせてもらっています。ランチのコースに関しましては、もうお寿司のみという形ですね。お寿司10貫で6600円というコースをご用意しております。夜に関しては19800円。当て物が季節によってなんですけども、5、6種類出まして、あとお寿司の方が10から10貫ほどという構成になっております。方法は、ネットの予約ですと、大体としては食べログ、あとはテーブルチェックをご利用いただければなと思います。あとは、お電話、直接のお電話か、もしくはインスタグラムの DM などでも、ご予約が承っております。煮汁は、穴子の骨でお出し取ったものと、あとはお醤油ですね、濃い口醤油と、砂糖はザラメを使わせてもらってます。これ長崎対馬の穴子なんですけど、やっぱり安定した油あってで、200g ぐらいのサイズなんですけど、やっぱり炊き込むことで2時間ほど炊き込むんですけど、炊き込むことでかなりふわふわ感が出ていい感じの状態です。
美味しい。ありがとうございます。さーっと溶けていく。これはもう蒸して仕上げるような感じなんですけども、隠し味にちょっと白味噌を入れて、コクを出して。ちょっと隠し味の味噌って先に言われるとちょっとその感じがなんかコクがある感じがする。塩の分量をちょっとずつ 1g 単位でちょっとその季節によって変えるような感じですね。ベースやっぱ酸味ですね。そうですね。砂糖入ってないっていうのは保湿とか保存観点でいうと結構コンディション整えるの難しいと思うんですけど。そうです。夜だけでも2回シャリをかけたりっていうので、なるべくその炊いて30分後ぐらいのものをたくさん提供するっていうのがしてほしいです。西尾大将、今日は楽しく美味しい時間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。新地寿司裕次郎さんのこだわってらっしゃるところとか、大切にされている価値観、ぜひ教えてください。一番こだわってるのはやっぱ魚の仕立て方と、あとシャリですね。砂糖一切使ってないシャリっていうことで、加熱疲れもしないようなシャリに仕上げて、それと合わせての値段仕込みっていうのをすごく重要して言ってるので、ぜひともその味わっていただきたいなと思います。あとは空間作りとして、やっぱりこうやってカウンターをしてお客様と会話をしながらということで、またもう一度きたいなと思えるような空間作りを意識していきたいというので。前半つまみで後半握りっていう結構王道の構成だったと思うんですけど、つまみもつまみで物がやっぱ良かったので、おつまみの最後に出てきたイサキの酒蒸し、ちょっとイサキが結構スペシャルでした。まず前半戦握りパートでいうと1貫目のさざ波台は、あそこのスタートダッシュ、1番バッターが今日まずちゃんと仕事をして出塁してたなっていうのが、イサキからのさざ波台っていうつまみから握りへの架け橋がすごくうまく構成されてるなっていう印象ですごく美味しかったです。個人的には結構赤身が結構直感的にすごく美味しかった。小肌は結構ナチュラルに締めて、小肌の本来の油の良さ、物の良さっていうのを感じる仕立てになってたんで、ここもお店の個性だなっていうふうに思いました。ネタの切り付け大きい、シャリが大きいっていう寿司好きが一番大好きなパターンで、最後のお味噌汁の塩梅とか、卵焼きのちょっとした遊び心とか、こういうところもやっぱ抜かりないなっていう大満足でした。はい。今日は本当に美味しい楽しい時間をありがとうございました。ごちそうさまでした。東海地方の中心地、愛知県三河湾に面したこのエリアには地物を生かした魅力的な寿司店が多く存在しています。その中から私寿司リーマンが厳選して寿司店を細かくレポート。名店や地方の隠れ家もアプリで簡単検索。愛知の寿司がもっと近くなる。東京都、大阪府に加えてこの度愛知県の名店も新たに追加掲載。寿司店探しは酢飯無料ですのでぜひ使ってみてください。